守ってくれると信じていた人に銃口を向けられたらあなたはどうしますか。1995年3月4日、アメリカルイジアナ州ニューオーリンズイースト。静まり返った夜の街に響いた激しい銃声。閉店後のベトナム料理店の中で拳銃を構えていた若い女性の名はアントワネット・フランク。彼女は店内に居合わせた2人の従業員にその銃口を向けていました。頼むから殺さないで。声を震わせて必死に命乞いをする従業員。しかしためらうこともなく発砲したアントワネット。その場に崩れ落ち息絶えた2人の従業員の姿を彼女は無表情で見下ろします。閉店後の飲食店を襲撃した殺人鬼アントワネット。実は彼女の正体は現役の新人警察官だったんです。残忍な殺人鬼になり変わってしまった新人警察官。市民を守るはずの警察がなぜ殺人に手を染めてしまったのか。必死に夢をつかみ取った彼女がその仕事の責務すら忘れてしまった真の訳とは。おそす、まだスタジオ作り途中だよ。ケンちゃんです。日本の四季、春夏秋冬、春夏秋冬、大好き、闇闇子です。もう季節の変わり目でもないか、もう秋か。秋ね。でも今年さ、結構ずっと暖かかったよね。今年の秋暑いらしいわよ。そうなんだ。過去十何年とかで2回しかない20何度超えみたいなのがあった。23度を超えたのがみたいな話だったわよ。暑いから油断してさ、全然服買ってなくて、衣替えとかも普通にシャツ薄いので言ったらいきなり夜寒くなるじゃん。はいはいはい。トラップだよね。捨ててこかなんか買えばいいじゃん。捨ててこ着ねえよ。本日ご紹介するのはアメリカルイジアナ州で起こった連続殺人事件。この事件の犯人なんと現役の警察官だったんです。それ警察官がミスってさ、その流れ弾とかで殺しちゃったとかではなくって、本当に警察の中に殺人鬼が潜んでたっていう話なの。そうなんですよ。恐ろしいですね。ただですね、この犯人は最初からね、悪い性質を持っていたわけじゃないんです。なんなら彼女は誰よりもね、正義感とか誇りを持って警察官の仕事に臨んでいたような人物だったんです。そんな彼女が一体なんでこうなってしまったんでしょうか。憧れの仕事。1995年3月4日、アメリカルイジアナ州ニューオーリンズイースト。夜遅く、街の一角にあるベトナム料理店の前に止まった数台のパトカー。ブルーシートで覆われた店の周辺には物々しい雰囲気が漂っていました。殺人事件らしいわよ。物騒ね。そうやって近隣住民がざわつく中、早く進め。警察に連れられ店内から姿を現したのはドレッドヘアが特徴的な若い女性アントワネット・フランク。3人の死者を出した殺人事件で逮捕された彼女はなんと現役の警察官。こんなはずじゃなかった。私はただ。パトカーに押し込まれる最中にも悔しそうに唇を噛みしめていたアントワネット。警察の立場でありながら殺人事件を起こしてしまったこの女性は一体何者なんでしょうか。1971年、アントワネットはアメリカルイジアナ州オペルーサスで生を受けます。そして彼女が育ったその家庭環境は決して平穏とは呼べないものでした。このクソガキがめったに家に帰らず、たまに顔を見せたかと思えば暴力や的な嫌がらせをしてくる父親。さらに兄に至っては逃亡中の犯罪者で行方さえわからない状態。一家は完全に崩壊していました。性格が歪んでもおかしくないその環境の中でアントワネットはこんな夢を抱いていたんです。私は絶対父さんや兄さんのようにはならない。警察官になって困ってる人を守るのよ。そう、犯罪者を身内に持ったアントワネットのトラウマは逆に彼女を強く成長させました。アントワネットはすさんだ環境にも屈さず優しく素直な女性に育っていったんです。これ劣悪な環境が必ずしも凶悪な犯罪者を育てるわけではないよってことよね。そうなんです。結局ね、劣悪な環境だったとしてもそれをどう捉えるかっていうのは本人次第なんです。このアントワネットはですね、到底犯人にはなり得そうにない性格の持ち主だったと言われているんです。そして1993年、アントワネットは22歳を迎えたこの年、ついにニューオーリンズ署の採用試験を受けます。しかし、ダメだった。自宅に届いた不合格通知にがっくりと肩を落とすアントワネット。ただ運命は決して彼女を見放したわけではありませんでした。ニューオーリンズ署はこの後すぐアントワネットに採用試験の採用簿を打診。実はニューオーリンズ署は慢性的な人手不足の状態にあったんです。さらに黒人市民が大多数を占めるニューオーリンズにはアントワネットのような黒人の警察官が必要とされており、彼女の能力を再確認する流れに。これは神様が与えてくれたチャンスなんだ、頑張らないと。こうしてアントワネットは与えられたチャンスを見事ものにし、警察の採
用試験に合格。勢いづいた彼女は警察学校も首席で卒業し、何者入りで警察官になることができたんです。警察官になってからは年下の恋人にも恵まれ、アントワネットはより一層充実した日々を過ごしていたはずだったんですが、なんか過去を知って余計によくわからなくなっちゃったわよ、これ。なんで真面目な子がさ、殺人事件なんか起こすようなことになっちゃうわけって逆に謎が深まったわよ。ほんとそうですよね。アントワネットの犯行動機も本当にね、彼女がそれを望んでいたとは思えないようなものだったんです。新米警官の望み。アントワネットが警察官になって2年後の1995年3月4日、彼女は恋人のロジャース・ラカーズを連れ、ニューオーリンズのベトナム料理店を訪れました。深夜の時間帯で客もまばらな店内へ足を踏み入れる2人。するとすぐにベトナム人の従業員がアントワネットに声をかけます。いらっしゃい。今日は彼氏も一緒かい？人懐っこい笑みを浮かべるその従業員の名はチャウ。家族経営のこの店で働く4兄弟の長男でした。チャウの口ぶりからもわかるように、4兄弟とアントワネットは顔なじみ。実はアントワネットは仕事の休みを利用し、この店で警備員のバイトをしていたんです。ごめんね、彼も私も今月厳しくて、いつものお願いできる？そう、アントワネットはこの日バイトには入っていませんでしたが、店に料理の余りを分けてもらいにやってきていたんです。そして従業員のチャウとアントワネットが話していると、また来たのか、お互い大変だな。話に割って入ってきたのは、その日店の警備員を務めていた白人男性、アントワネットと同じ警察官のロナルド・ウィリアムズでした。彼やアントワネットのようなキャリアの浅い警察官はまだ給料も安く、こうして警備員のバイトをすることも珍しくなかったんです。特にロナルドは妻と2人の子供を支えていかなければならず、なおさら休日も休んでなどいられませんでした。アントワネットはこのベトナム料理店で事件を起こすわけでしょ、で同僚の警察官がいるところで犯行に移ったわけ？そんな状況下で犯行を犯したらすぐに捕まっちゃいそうですよね。そう一体ね、このような状況下でアントワネットはどのように犯行に及んだんでしょうか。その後、恋人のロジャースと店内で食事をしていたアントワネット。しかしその様子は恋人同士にしては少し異様でした。一切会話もせず、時折目配せをしながら淡々と料理を口に運ぶ2人。ただ従業員のチャウは2人の様子がいつもと違うことに気がつきながらも、特に気にすることもなく食事を終えたアントワネットとロジャースを見送ったんです。それからしばらくして、あれ、ここに置いてたんだけどな。チャウはいつもはレジ横の引き出しにしまわれている店の鍵がなくなっていることに気がつくんです。そう、アントワネットと恋人ロジャースの食事中の妙な振る舞いは、この店の鍵を狙っていたためだったんです。そしてそれは早朝、ベトナム料理店が閉店した後のこと。従業員のチャウは警備員のロナルドにその日のバイト代を払うため休憩室を訪れていました。もしかしてあいつ。休憩室の窓から外を見たチャウが目にしたのは、店の方へ歩みを進める人影。それは紛れもなくさっき店を出ていたアントワネットでした。鍵がなくなっていたことも合わせ、嫌な予感を募らせたチャウはそこから慌てて身を隠すんです。アントワネットの目的が未だにわからないのよ。いや、閉店後に犯行に及んだのは人に見られずに済むからだとしてさ、店といざこざがあったわけでもあるまいし、目的がわからない。そうなんです。アントワネットとね、店の方々とは何の確執もなかったんです。アントワネットの本来の目的は殺人ではないんです。盗んだ鍵を使い店内へ入ってきたアントワネット。この時、長男のチャウとすぐ下の弟は異変に気がつき、厨房の大型冷蔵庫の中に身を隠していました。そしてまだ何も知らない残りの兄弟と警備員のロナルドは、突然店に入ってきたアントワネットを前に怪げそうに顔をしかめます。おいお前、どうやって入ったんだ？ロナルドの問いに答えることもなく、彼の横を素通りしたアントワネット。おい、待てよ！ロナルドはアントワネットを追いかけようとしますが、次の瞬間、うめき声を上げ、その場に崩れ落ちたロナルド。彼の首元には真っ赤な鮮血が滲んでいました。突然の出来事に取り乱す兄弟たち。店の入り口からその凶弾を放ったのはアントワネットの恋人ロジャースでした。そしてロジャースが発砲した隙に厨房へとたどり着いたアントワネット。隠れても無駄よ、さっさと出てきな。彼女は隠れているチャウたちに大声で呼びかけますが、チャウとその弟は息を殺し、どうにかアントワネットをやり過ごしました。するとチャウの居場所が分からず苛立ったアントワネットはフロアに残っていた彼の兄弟に詰め寄ります。正直にいいな、売上金をどこへやった？そう、アントワネットが店へやってきた目的は売上金の強盗。そのために同僚のロナルドが射殺されたとしても、彼女は顔色一つ変えませんでした。ここから何としてでも売上金の場所を聞き出したかったアントワネットは、拳銃で何度も兄弟たちを殴りつけ、その場所を白状させようとするんです。アントワネットの目的は強盗、お金に困ってた。そうかもしれませんね。
そして拳銃で店の従業員を殴り始めたアントワネット。実はこれは警察ならではの攻撃法だったんです。というわけで本日のメトラーキーワード、バッファローイングについて。バッファローイングとは拳銃を棍棒のように持ち殴りつける攻撃のこと。その発祥は15世紀とされ、当時の銃が銃弾を銃口から込めて使うマズルローダーというものだったことに端を発します。マズルローダーは銃弾の装填に時間がかかるため、弾切れの際はバッファローイングで攻撃することが多々あったんです。警察は一時バッファローイングを死亡率の低い攻撃方法とし、犯罪者を捕らえる際の有効な手段と考えていました。しかし拳銃で殴打されると皮膚の裂傷や骨折の原因になることもあり、今では単なる残虐行為だったと認識されているんです。結局兄弟たちが売上金の場所を話すことはありませんでしたが、店内を物色するうちアントワネットはついに売上金を発見。フロアにいた2人の兄弟は金を手に入れた彼女に対し必死に命乞いをしました。金はやるからどうか殺さないで。しかし店内に響いた数発の銃声、フロアにいた兄弟は有無を言わさずアントワネットに撃ち殺されてしまいます。こうしてアントワネットと恋人ロジャースの襲撃により、警察官のロナルドと店の従業員2人の計3人が命を落としたんです。お世話になってる店の人とかさ、同僚の警察官まで殺しちゃうって本当にアントワネットなのこれ。何のためにっていうのが本当に未だによくわからない。実はね、アントワネットの他に重要な人物がいるんです。実のところ彼女が変わってしまった真の原因は恋人のロジャースにあったんです。堕落の元凶。アントワネットと恋人のロジャースが出会ったのは、2人が殺人事件を起こしてしまう約8ヶ月前の1994年7月。それはアントワネットが繁華街でパトロールをしていた時のこと。大変。突如鳴り響いた銃声の方へアントワネットが目を向けると、そこには腕から血を流し倒れている若い男が。そう、彼こそ後にアントワネットの恋人となるロジャース。その正体は違法薬物の売人でした。ロジャースは取引相手とのトラブルで撃たれてしまったんです。そして怪我を負ったロジャースに驚き駆け寄ったアントワネットでしたが、彼が売人という事実を知り現行犯逮捕。面倒見のいい彼女はそこからロジャースを更生させようと親身になって相談に乗るようになりました。こうして距離を縮めた2人はいつからか交際するようになったんです。アントワネットが初めてロジャースに会ったのはロジャース更生させるためっていうのが馴れ初めだったわけね、これね。でも結局構成できてないし、アントワネットが事件を起こしちゃってミイラ取りがミイラになるみたいなことになってんじゃない？まあそうなんです。彼氏を変えようと奮闘してたら知らぬ間に自分の方が変わってしまったというね。前も言ったじゃん。犯罪心理学を研究してたやつが犯罪してたからさ。結局自分への過信っていうのが要因なんじゃないかなって思いますよ、これに関しては。でもそれにしてもね、そんな真面目だったアントワネットがっていうところは思うけどね。ロジャースと交際し始めてからというもの、アントワネットの様子は真面目だった以前の彼女とは全く別人のようになっていきました。例えばアントワネットがある事故現場へ駆けつけた際のこと。おいアントワネット、その車に乗ってる彼は？眉を潜めながらアントワネットに問いかけた同僚の警察官。そう、アントワネットはあろうことか恋人のロジャースにパトカーを運転させ現場へやってきたんです。ああ、彼？訓練生のロジャースよ。ロジャースの名前に聞き覚えがない同僚はアントワネットのその説明に首をかしげますが、彼女が動じることはありません。このようにロジャースにすっかり夢中になってしまったアントワネットは四六時中彼と行動し、警察の仕事さえもデート感覚でこなすように。2人がパトカーでドライブする姿は市民にもたびたび目撃され、クレームが入ることもありました。しかし上司から厳重注意を受けるたび、アントワネットは甥っ子を乗せていただけなどと言い訳をし、完全に開き直っていたんです。警察官でありながらいつの間にか犯罪者であるロジャースに見せられてしまったアントワネット。本当は悪いことだって分かってる。でも彼に嫌われるのは絶対に嫌。幼少期から家族に恵まれなかった彼女は自分に好意的に接してくれるロジャースを突っぱねることなど考えられなかったのかもしれません。こうして迎えた1995年3月、完全に警察の責務を忘れてしまったアントワネットにロジャースはついに悪魔のささやきをするんです。なあ、警察の仕事なんかよりもっと簡単に金を稼げる方法があるぜ。これでアントワネットはバイトしてた飲食店で殺人をやってしまうということね。ただね、ロジャースとの関係を優先しつつも、警察という仕事がね、彼女にとって特別なものだったというのは変わらなかったんです。そしてその地位を守りたかった彼女はさらなる過ちを重ねていくんです。捨てきれない憧れ。
恋人のロジャースと共に売上金を奪って逃走した後、アントワネットはロジャースを先に返し、一人で現場へと戻っていた。遅かった。もう警察が来てるのね。彼女が到着した頃には店の前に数台のパトカーが止まっていた。アントワネットは一瞬表情を曇らせたが、すぐに平静を装い、店の中に入っていく。応援です。現場の警察たちにそう告げると、店内を調べ始めたアントワネット。当然彼女の目的は捜査などではない。そう、アントワネットの目的は、犯行を目撃しているかもしれない生き残りを消すこと。彼女は目撃者を全員抹殺することで、ようやく手に入れた警察官の地位を守ろうとしていた。いない。チャウはどこ？早く殺さないと。しかし、アントワネットのその考えは甘すぎたと言わざるを得ない。アントワネットが従業員チャウの元へたどり着いた時、彼女の姿を一目見たチャウはすぐさまこう叫んだ。あの女が弟たちを殺した犯人です。周囲を警察官で固め、安全圏からアントワネットを責め立てるチャウ。違う。だって、私は警察なのよ。とっさにそう弁明したアントワネットだが、従業員のチャウは冷蔵庫の中から犯行の一部始終をしっかり見ていた。焦りを募らせたアントワネットの口調はどんどん要領を得ないものとなっていく。私は警察。彼女にはもはや言い逃れの術などあるはずもなかった。飲食店の従業員チャウの証言により、アントワネットはその場で現行犯逮捕。共犯の恋人ロジャースもその日のうちに逮捕されます。こうして警察官に憧れ、夢を叶えたはずの女性は、その真逆の立場である殺人犯として裁かれることに。アントワネットって確かさ、2回試験を受けて、人手不足を理由に採用してもらったみたいな感じだったでしょ。これ変な憶測だけどさ、1回目もしかして本当にアントワネットに警察官の資質ないっていう結果が何かしらで出ちゃってたんじゃない？実はそういう話も出てるんですよ。いくら最初はね、真面目だったと言っても、色恋でね、流されてしまうような人が警察になれちゃうっていうのは、ほんと危険ですよ。1995年10月、第1級殺人の罪に問われたアントワネットとロジャースに下された判決は死刑。そして驚かされるのは、この1ヶ月後、アントワネットに余罪の可能性が出てきたこと。アントワネットの実家を捜査した警察が2年前に行方不明になっていた彼女の父親の遺骨を発見したんです。遺骨には銃弾の痕跡があり、アントワネットの父親が何者かに殺害されたことは明白。もし犯人がアントワネットだとすれば、彼女は恋人のロジャースと出会う以前からとっくに犯罪者だったことになるんです。私は絶対父さんや兄さんのようにはならない。警察官になって困ってる人を守るのよ。真面目だったあの少女の誓いは全くの偽物だったというのでしょうか。結局アントワネットの父の死の真相は分からずじまい。アントワネットの犯行である可能性も十分にありましたが、死刑囚の彼女がそれ以上の罪を追及されることはありませんでした。